奥さんにいつも言われるんだよね。やらないで待ってて、プロに任せた方がいいんじゃない。またバッテリーが上がってましたよね。アンペアがどっかに消えていっちゃってるんですよね。3日目4日目かっこいいんだけどまた使えない。Wow, wow, wow. Just skip the other stores and just come right here. 任せてくれ。俺ができるから。行ってきてんのスティーブです。こんにちは。見てください。俺のラプター。やらない方がいいことがありますね。やりたくてもやめた方がいいんじゃないかということありますね。まあ一つの例として電気関係のことは結構専門的なことですよね。やっぱり専門家がいる意味があることですよね。というのはフォードラプターの配線ですね。それとこれ見てください。これは車についてない理由がありますね。説明いたします。プラグ&プレイというものを簡単にピシッていけるはずだったんだけどうまくいかなかったんですね。その時はね、ほらもっと車から来る配線コネクタケーブルを全部切っちゃったんですね。俺のトラックはねフル装備であって HID ランプが純正でついてるわけです。ハロゲンじゃないですよね。俺が買ったランプがハロゲン対応のランプを買ってしまいまして、またバッテリーが上がってましたよね。あれと思ってまた充電してあれしてまた出かけて1日は大丈夫そうだったんだけどまた翌日にまたダメでしたね。どうしたんだろうなと思って、やっぱり電流がこう流れちゃっていると、オフの状態の時でもやっぱりヘッドランプで何かを失敗しちゃったのかなって、電流がいつも流れていってるならバッテリーは当然にすぐ上がってしまうと。ご存知な方が多いと思うんですが、持ってない人はいないんですよね。これマルチメーターって日本語でもそういうのかな。昔から持っているものです。あんまり使い方は正直にさあんまり詳しく知りませんでしたね。ややこしいなんか複雑なものを昔からこうどういう風に使うのか分かんなくて、簡単なもう 12V のテストライトしか今まであんまり使ってないんですけど、どうしてもねなぜバッテリーが上がるのかっていうのは知りたかったわけですよね。でまずやっぱりバッテリーの 12V の確認オンにして DC ボルトで黒がいつもこのまま、赤がここにボルトの場合はここに挿して、で12ボルトより一つ上の数字に合わせると20ですね。に合わせるとバッテリーの12ボルトの状況の確認ができますね。ほら今充電しているので 14.7 ボルトになってますね。充電してない状態です。赤はプラス、黒はマイナス端末に。ほらチャージャーを外してこれで12.88 ボルトになってるんですが、俺87に落ちた。どんどんね経ってる間にほら6まで下がった。どんどん下がっていくのはよろしくないでしょう。これはまず一つバッテリーがちょっと疑いがねバッテリーにもある。次もうオフの状態でも電流が流れていっちゃってるのか、どっかに行っちゃってる問題があるのかないのか調べるにはこのものも使いますね。アンペアというんですか、アンペア。次はアンペアの設定がこれですね。この赤いのを今度アンペアのこれは10アンペアまではテストは可能な簡単なものですが、これ挿してこれをこのアンペアの10アンペアのところにこれ入れていくと、次はこういうテスト持ってきますね。この状態でもう 0.01 ですね。車のマイナス端末に黒を、ここのマイナス端末のワイヤーのケーブルにこれ捨てると今結構いってるんですよね。3点いっちゃっていますね。なぜでしょうか。0に近いはずな数字なんですがかなりいっちゃってますね。これはね原因を調べるにはフューズ1個を抜いてこういくしかないです。正直ヘッドランプに原因があるかと思ってて、それ外したらこんなまさかなると思わなかったんだけど、アンペアがどっかに消えていっちゃってるんですよね。かなりなペースでよろしくないので原因はどこにあるのでしょうか。やらない方がいいことはやらない方がいいですねということですよね。とりあえずバッテリー交換しないとバッテリーはダメ。
バッテリーのダメっていうのは全ての原因の元にあると考えられますよね。なのでオトゾンに行きましょう。ジョセフがいるそうなんで。このね、オトゾンのジョセフさんに本当にお世話になってる。いろんな面で来る前からさ、連絡1本入れて、バッテリーありますかって、ありますよって、こういう方がね、やっぱりパーツ屋さんにいるとすごい助かりますね。Is that the one, dude? Yes, it is. That's the big boy, huh? Yeah. Look at that thing. This is the Duralast Gold, huh? Yes, sir. Nice. 850 to 1,000 cold crank amps? Damn. Joseph, as always, man, thanks. You're always a big help. I give you a big shout out, man. That's the least I can do for you and the people here in this store. And Simi, man, you guys are all good people here. If you're in Simi Valley, just skip the other stores and just come right here. Ask for Joseph or anybody in his crew is real good here. Tell them Steve sent you. でっかいバッテリーだな。重いねよこれ。でも若い時からね、車の修理とかメンテナンスとか自分でいじったりするのは多かったんだけど、苦手なところはやっぱり電気関係でしたね。でも大人になってからもうちょっとね、理想的に考えられるようになるんじゃないのかなと思うんで、年取ると。そうしますとなんかね、電気とか電流とか理想的なものだと思うんだよね。プラスとマイナスがある12ボルトのねこととアースとかもある程度考えれば理想的なことなのかなと思いますよ。だからっていじっていいかどうかって分かんないよな。何言ってるのか分かんない俺がマジで。奥さんにいつも言われるんだよね。やらないで待ってて我慢してちょっとねやらない方がいいんじゃない？プロに任せた方がいいんじゃない？まあそれはね、多分奥さんのね、いい奥さんの立場だと思うんだよね。で、いい旦那は、いや、任せてくれ。俺ができるから。ってやって、まあ、足る時と外れる時もあるんだよな。まあ今回はさ、奥さんに頭下げなきゃ、ね、という時なんだよね、今回はね。だからって諦めるわけにもいけない。もっと理解したい。やっぱり、電気のことをもっと知りたい。スティーブはいつもね、冷静にクールに対応していきましょう。ワイヤー切った時はあまり冷静とかクールと言えないんだよね。あんまりクールじゃなかったんだよね。申し訳ございません。言ってることはちゃんとやってないのは。失敗はなんか勉強のもとという、なんかそういうことわざあるんだよね。失敗しながら勉強にということで頑張ります。止めます。自分のレベル以上のことなのでエルキさんのところ行ってちょっと金曜日の夕方なんだけど来てもらえないかな。 Eric, I'm really glad that you're here doing this with me, man. This is a pain in the butt, but you know, I was in the right direction last time. I was telling people how I set up my meter the same way. You have a much nicer meter than me, by the way, I gotta tell you. You know what's amazing is that, like, the other day when I shut it down, it was pulling 2.8 amps. You show up here today and do a damn thing, it's already down to 0.19, and we really haven't even done anything to find what might be the cause. It's not consistent, so that's really the worst kind of problem to have. I hate to say it, is one that isn't consistent because you can't recreate it easily. これはね、2.8 とか 2.6 まで上がってたのは今 0.19 まで下がってるんだけど、原因わからないですね。なぜ下がったのか。それ一番また嫌なんで。原因が分かったようですね。自分もちょっと怪しいなと思ったのは、後ろの方のこの配線の一本のね、黒いワイヤーが下にあったんですよね。何に使われてたのか分からないんだけど、さっき
メーターを見ながら、エリックは後ろの方のこのスペアタイヤの下にある黒いワイヤーを動かしたら、一気にガーンとアンペルが上がったので、おそらくそうなんいうところなのかなということで、今スペアタイヤを下ろしてからちょっとそのワイヤーのことを確認しようという下ろし方面白いですよ。この穴を通してね、こういう風にこれ回すことによって、Wow, look at you, man. Look at that. Yeah. Wow, wow, wow. Tire. Here she comes. Look at that. She's squeaky, huh? You know what the truth of the matter is, though? What's that? Do you know that this spare tire, now that I have 37s on here, is absolutely meaningless on this truck? Yeah, right. Aha! Look at that thing. Was that our wire? This was the wire. このワイヤーだよ。これ怪しいのはほら。これ。長いワイヤー何のためにあったんだろう。ずーっと後ろから前に続く長いワイヤーですね。とりあえずこれは原因なんじゃないかということで、エンジンルームまで上がってきます。It's a lot of wire. すごい長い一本のワイヤーは何のためにあるのかと。3日目、4日目、1週間、2週間、もう分かんないんだけど、とりあえず元の、昨日エリックさんに世話になったエリックさん、ありがとうね。いつもありがとう。何が原因だったのか、おそらく長いワイヤーでしたね。後ろの方に出た2本があったんですよね。おそらくそのキャンピングカバーの中に使ってたライトと何かスイッチがあったんじゃない。それと関係していたものが、そのワイヤーが、シャシーの方に、フレームの方に当たってたんじゃないかということで、とりあえず出しておいて、流れていっているのは随分抑えました。で、今日の予定はですね、先日切ったところ、ぐちゃぐちゃにしてしまったところを元に戻すと、オンラインでフォードから、キットを、これを直すためのキットを買ったんで、これを元の状態に戻して、元のヘッドライト戻しましょう。とりあえずはね、ヘッドランプはどうするのかって、その後考えたいと思うので、とりあえず、今日の作業、そこですね、一人で頑張ります。オンラインで注文したのは、このフォードモトクラフトのパーツですね。こういうものです。で、これは純正のライト。純正のライトの、裏側ですね。かっこいいんだけど、全く使えないライトですね。この前切っちゃったファスナーっていうんですか、ハーネスっていうんですか、これはここに入るものです。代わりに、今日はこれをつけます。このワイヤーの4本はなぜ全部緑なのかはよくわからないんですが、色がまず残したので一応わかるように、それに合わせて1、2、3、4本でこうやっていくしかないんですよね。なぜ全部緑なのかっていうのは大体わかりました。ここの色見てください。こっちの色、今度見てください。微妙に違いますね。このコネクタにある色をよーく見ると、こっちの色に合ってるんですが、ここの色と微妙な違いがありますね。気づきました。なので全部統一させてるんじゃないのかな、緑で。自分で後で分かるようにしておいてくれっていうこと。これ残してよかったね。こっち側は完成、完成っていうか、一応つないでおきました。色合わせながら、これつないでおいたんで、次は最後に仕上げとして、このシュリンクっていうんですか、これを熱を与えるとシュリンクするんで、そしたらまた当たることはね、ないようにということで便利なものですね、シュリンク。ところでこれは全部キットできました。いいコネクタも来たし、すごくありがたいですね。フォードさんありがとう。